こんにちは、マジルス生活のマジです。皆さんは普段どんなデスクを使われていますか？仕事やリモートワークのため、勉強のため、趣味や遊びのためと人それぞれだと思います。私は昔からパソコンやインターネットが好きで、今ではそれが仕事になっているんですが、だからこそデスクには仕事の効率だけでなく、遊び心や快適さも求めています。今日はそんな私がやってよかったと思うデスク環境づくり7選をご紹介します。デスクやモニター選び、リモート環境、配線、音響など、購入してよかったもの、やってよかった取り組みをご紹介します。パソコンを仕事にも趣味にも快適に使いたいという方の参考になれば幸いです。スタンディングデスクの設置。私のお気に入りはフレキシスポットの電動式スタンディングデスクです。長くデスクを使う上で立ったり座ったりできるということでとても健康的。その日行う作業の種類によって高さを微調整できるのも非常に快適です。私の場合、モニターの数が多いので耐荷重を重要視しています。100kg まで耐えられて天板の種類も多いのが魅力的なところです。会社にも導入していますが、3年経っても快適に使用できています。仕事と遊び、両方こだわるモニター構成。PC モニターは大小4台設置しています。いろいろと試していく中で、こういう構成にたどり着いたという感じです。M1 の Mac mini はモニター2台までですが、ディスプレイリンク対応のドッキングステーションとなる機材を使えばモニターを増やすことができます。私は縦置き型のものを使っているんですが、ディスプレイ増加だけではなくて、前面に USB-C と A が両方ついているというのが選んだ理由になります。メインのモニターは 2K のゲーミングモニターです。仕事からゲームまで幅広く活用することができます。Mac だけでなく Windows も使うので手元のスイッチで入力を切り替えています。普段は Mac に4台全部つながっているんですが、必要に応じて Windows に1台から2台のモニターを割り当てて作業やゲームをしています。デスクをスッキリできる 4K やワイドのモニターも魅力的で迷っているんですが、4K だと表示が細かくなりすぎるし、ワイドだと縦の解像度が少し足りない。そんな絶妙な自分の要望を解決する手段として 2K のモニターを購入しました。仕事の時は解像度が高くて作業がはかどって、ゲームをする時は FPS が高い。わがままな私の要望を叶えてくれるお気に入りの一品です。ストレスの少ないリモート環境づくり。自宅でのリモート会議の回数が増えたため、イヤホンやカメラ、照明を整備しました。リモート会議や長時間の作業用にアフターショックスの骨伝導イヤホンを購入。耳の疲れ対策と家族への配慮を両立する使い勝手の良い骨伝導イヤホンです。5分充電すれば2時間の通話ができるので、連続する会議でも便利です。ウェブカメラは広角対応とフル HD 画質のもの、そんなに高くないものを選んでいます。最後に照明ですが、ズームするときに逆光などで顔が暗くなりすぎるときがあります。その解決のために位置や色味、明るさを調整できる USB 照明を設置しています。手元ライトとしても使えるので結構便利です。急激に増えたリモート会議、最初は環境づくりに苦労しましたが、今では快適になりました。キーボード、マウスの統一化。キーボードやマウスを選ぶ基準は人それぞれだと思いますが、私の場合は Mac と Windows でキー配置が変わってしまうと混乱してしまうので、Mac や Windows も iPad に使える Bluetooth のキーボードにしました。点キーはいらない、円キーは欲しいなど、こだわると選択肢がかなり狭まったんですが、iClever やロジクールのキーボードなど理想に近いキー配列の中から選びました。
マウスは重みがしっかりあるのが好きなので、使用していて違和感が少ないものにしています。Mac と Windows の切り替えには、キーボードは備え付きの機能で切り替え、マウスやカメラは USB スイッチャーで切り替えています。自宅と会社、Mac と Windows で同じ機材を使うことで脳の切り替えストレスをなくす。長く多く使うことで入力や操作の効率も日に日に上がっていくという感じがしています。配線をできるだけきれいに整理。最近デスク環境整備で頑張ってよかったなと思うこと1位が配線整理です。パソコンデスクを使っていると気づけば配線がどんどん増えて複雑になっていました。正直面倒だったり諦めていたりしたんですが、いざ頑張って整理してみるとデスク周りのスッキリ度が上がって気分的な満足度がすごく高まりました。ケーブルトレイとケーブル収納でタップ系を格納し、結束バンドや配線カバーでまとめています。小さいお子さんやペットがいるお家なら、配線整理で安全性も上がる気がしました。配線整理は別動画でも紹介していますので、よろしければそちらもご覧ください。音楽や動画を楽しむ音響設備。パソコン作業時に聴く音楽や動画を見るときの音響も良いといいですよね。かといって大音量で流す必要もないので、程よい音響のウーハー付きスピーカーを購入。低音も程よく聞きつつ、手元にあってもうるさすぎない音響が気に入っています。音楽や動画、ゲームなど楽しむためにも音響設備にもこだわりたいですね。アレクサでお昼寝対応。アレクサ、モニター消して。アレクサ、モニターつけて。自宅でパソコンをしていると、行き詰まった時、ソファーに寝転がって眠気に襲われる。パソコンから音楽や音声が聞こえ、モニターがついているので消したい。でも、起き上がるのも億劫だという時はないでしょうか。私は頻繁にあります。そんな私が編み出したのが、アレクサでモニターとスピーカーの電源を切るという荒技になります。スイッチボットの電源プラグを使って、モニターとスピーカーの電源を切り替えます。少し強引なやり方なので万人におすすめはできませんが、個人的には快適なのでご紹介しました。照明やテレビ、エアコンに空気清浄機、お風呂の湯沸かしスイッチなど、アレクサとシリに連動してどこからでも制御できるようになりました。日々の暮らしをサポートしたり豊かにしてくれる IT グッズがたくさんあって嬉しいです。デスク環境整備は暮らしのメンテナンス。やってよかったデスク環境づくり7選、いかがだったでしょうか。今回のデスク紹介動画を通じて、自分にとってデスクは仕事の道具だけではなく、音楽を聴いたりインターネットを通じて共通の趣味を持つ友達とつながるための大切な場所だと再認識できました。そしてデスク環境を整えることは私自身の暮らしをメンテナンスすることだと気づけました。今後も快適なデスク環境や猫と夫婦で楽しく暮らすための工夫など、まだまだ自分らしいデスク環境の追求を重ねていきたいと思います。皆さんのデスク環境のこだわりやおすすめ情報、動画で気になった点があれば、ぜひコメントいただけると嬉しいです。それでは今後もこのような動画を投稿していきますので、この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。